轟音とともに吹き上がる火花が夜空を照らす手筒花火。400年以上の歴史を誇り、毎年7月の豊橋祇園祭で奉納されます。火花を吹き上げてから爆発までおよそ30秒。この迫力に魅せられ、15年以上カメラに収め続けるのは横浜市の写真家金武武さん60歳。この町の魅力なんですよ、この手筒っていうのは。それを若い人たちには知ってほしい。撮影するのは打ち上げだけではありません。祭り1ヶ月前の今年6月、豊橋市内の竹やぶへ。切るとしたらここなんだけど、手筒の芯となる竹は打ち手が自ら切り出す習わしとなっていて、金武さんはその過程も記録しているのです。やらして。時には自ら参加する熱の入れようです。これね、1300度だっていうの、この火の粉。それをさ、30秒40秒みんなこうやってガーッと耐えてるわけですよ。ハワイのキラウエア火山の溶岩は1200度だっていうの。それよりもこの温度が高いっていうのよ。すごいことですよね。元は打ち上げ花火を専門に撮影していましたが、テレビで手筒花火を知って祭りの関係者に撮影させてほしいと申し入れたところ、じゃあお前本気かと、手筒取りたいならまずやってみろ。毎週通ってくるってのも費用もかかりますし、で本当にできるのか、ちょっと不安もありました。でも、本気でやってみようっていうね、決心をしてで参加させてもらうことになったんですね。実際に自分でも一から手筒花火を作り打ち上げることに。祭りを維持する大変さと、それにかける人々の思いの強さを写真で残したいと考え、毎年祭りの準備から本番まで全てを撮影し、奉賛会に無償提供しています。記録として残していただけるし、自分がやったね、その歴史みたいなのがね、その一枚の写真に刻まれててね、家宝になるんじゃないかなって思いますね。唯一の公認カメラマンとして10年以上写真で祭りのすべてを残してきた金武さん。しかし今年ある問題が。実は30年前に手術して眼内レンズが入ったけども、それをね、新しいのを取り替えようってことで取り出したので、今取り出して目の中のレンズがない状態。白内障のため目の中に入れていた眼内レンズを取り替える手術が必要になり、今は右目が見えない状態でした。やっぱ両目で見えてない分、あんまりやっぱ細かいところまで気を使いながらの撮影ができていないので、数をいっぱい撮った。ピントはオートフォーカスに設定し、普段の3倍近い枚数を撮影。なんとかいいショットを狙います。今回も無事にね、祭りができるといいなということと、お邪魔しますということで、はい。祭りの2週間前、試験的に手筒花火を打ち上げ、火の上がり方を確認します。この日までには手術が終わっているはずでしたが、眼帯はついたままです。祭りの日まではもうこの片目で勝負するしかないと。実は目の状態が悪くなって手術ができなくなっていました。写真家として40年以上活動する中で、初めて片目で撮影することになったのです。それでも何十年も体に染みついたシャッターを切る動きに迷いはありません。
カメラの操作は全く問題ない、ピントの確認も問題ない、何十年もやり続けてるからね。そして迎えた先週金曜日の祭り当日。一応奉賛会の公認カメラマンということでやらせてもらってますんで、8か条全員をきれいに撮ってあげないといけないという使命を感じております。はい、頑張ります。この日は金武さんを手伝いたいと知り合いのカメラマン2人も助っ人として撮影に加わります。伝統的なものなんで、なくなってっちゃうとね、非常に寂しいところでもあるんで。手筒も素晴らしいなと思って、男気というかそういうのも感じるじゃないですか。でなんかそういうのをやっぱり残していくっていうのはなんか素晴らしいことだなと思って。キノコや花火のカスが入ってくることがありますので十分にご注意ください。30秒間で金武さんが狙う瞬間は2つ。1つ目は吹き上がる火の粉の軌跡。シャッタースピードを4分の1秒とかなり遅くすることで火の粉の光が線となって捉えられます。すぐに煙に包まれてしまうため打ち手の表情を含め最高の一瞬を狙います。2つ目は最後、爆発音とともに筒の下から炎が噴き出す瞬間。この羽と呼ばれる瞬間を捉えること。今度はシャッタースピードを125分の1秒に切り替えなければなりません。するとしばらくして、よし、ちょっと眼帯外してやってみる。やっぱボケてますけどね、やっぱ両目で見た方が爽快感が違いますね。見えなくてもいつも通りの方が集中できると眼帯を外した金武さん。C1取ったらすぐ C2。写真を撮りながら2人にも指示を飛ばす金武さん。長年の経験で体が覚えていて右目が見えないハンデは感じられません。およそ3時間にわたる撮影で捉えた瞬間は、いいこれ。はい、よかった、撮れてて。この最後の晴れの最高ですよ。僕ら素人じゃ無理なんですよ。待ち受けをこれ買いますわ。死んだ時はこの写真と何回か撮ってもらってるんだけど、もう今回とりわけいいね。ちょっとハンディキャップがあった方がいい。むしろアドレナリンとか出ていい。なるほど、芸術家にありがちじゃないですか、そういうのね。こう今回金武さんが撮った写真は実に4000枚以上。その中から選んだのがこの1枚。火の粉が降り注いで肩や頭、腕とかに当たって人間のシルエットが出てるじゃない。これかっこいいなと思うんですよね。打ち手の表情、火の粉の軌跡、すべて捉えた最高の1枚。火の粉を浴びてね、動じずに、でもその暑さに負けずにね、じっと耐えてる。それがもうかっこいい。今までと遜色ないというか、もう全然 OK ですね。気に入ってます。400年の伝統ある花火、その一瞬の美しさを切り取って後世に残す。金武さんの取り組みはこれからも続きます。